クリスタルの魔女のお家にようこそ。魔女は自然が豊かな緑と色とりどりのお花たちと猫に囲まれたこの空間で暮らしています。皆様こんにちは。イノーガニック美獣の若子です。今日はですね、天然石のライフスタイルへの取り入れ方みたいなものをちょっとお話ししようかなと思うのですが、普段から私は結構お花を飾るのが好きで、都内に住んでた時はお花屋さんに行って季節の切り花を買ってきてお部屋に行けると、まるで模様替えをしたようにすごく気分が変わったりとか、ちょっと気持ちが上がったりとか、そういうのが好きで、いろいろ空間に合わせて、例えばリビングに置くだけじゃなくって寝室に置いたりとか、あとは出かける時にモチベーションを上げたいのでバスルームにお花を飾ったりとかもしてたんですけど、今ちょっと引っ越してきて近くにお花屋さんが全然ないので、ここは幸いすごく自然がいっぱいで季節のお花がたくさん咲いているので、ちょっと今回ですね、お花屋さんで可愛いなって思うものをいくつかピックアップして購入したのと、プラスお庭に生えてるお花を組み合わせて、そこにさらに天然石も組み合わせてコーディネートしました。で、天然石はそのまま置いていただくのも可愛いんですが、お花と組み合わせたりとか、あとは例えば玄関だったらこういう天然石がおすすめだったり、リビングだったらこういう天然石がおすすめだったり、あとは仕事部屋だったらこういう天然石がおすすめっていうのがあるので、その辺もシーンに合わせてどういう天然石を組み合わせるのがいいのかとか、ちょっといろんな切り口でおすすめの組み合わせをしてみましたので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。撮影した時期は水仙が終わりかけていたのですが、黄色くて可愛い小ぶりの水仙が咲いていたので飾ることにしました。この水仙、びっくりするぐらい香りが強くて良い香りに感動しました。目で見るだけでなく香りでも楽しめるお花が大好きです。天然石はお花の色に合わせてシトリンを選びました。シトリンは玄関やお部屋の入り口に置くとポジティブなエネルギーと豊かさを引き寄せてくれると言われています。このカップは割れてしまったものですが、ちょうどソイワックスが余っていたので注いでキャンドルにアレンジしました。何でも捨てるのではなく、環境のことを考えたサスティナブルな生活を心がけています。このクリア感が美しいお気に入りの水晶も一緒に置いてみました。天然石一つだけより立体感が出るのと、見た時に目がワクワクきらめく空間にしました。ちなみにここはもともと農具置き場だったらしいのですが、そこを改築してちょっとしたお茶が飲めるような場所にしました。アヤメも綺麗に咲いていたのですが、少しだけ自然から分けてもらって切り花としていけます。ここはお花屋さんというかスーパーの端にある生花コーナーしかないので、そこからイメージに合わせたお花を選んでお庭のお花との組み合わせを考えます。どんな組み合わせでも基本的には自分の心地よさだったり好きなものを選ぶのが一番だと私は考えています。あやめの紫色に合わせてアメジストの原石感を残したキャンドルとフローライトのタワーを選びました。一緒に飾っているのは昔飼っていた愛病の次郎くんです。これは水晶のタワーです。リビングをイメージしてこの組み合わせを選びました。リビングには会話やコミュニケーションだったり調和をもたらすようなクリスタルがおすすめです。アメジストは愛や幸福をもたらしてくれる石、そして水晶はリビングの真ん中に置くとポジティブなエネルギーを放射してくれると言われています。私はここでよくパソコン作業をするのですが、ワークスペースにおすすめのクリスタルは、まずはモチベーションを上げてこれからチャレンジすることに向けて自信と勇気を与えてくれるカーネリアンとタイガーアイ。
あとはパソコンとかスマホの電磁波対策におすすめなのがマラカイトとかシュンガイトと言われていますが、余計な情報を見て惑わされないようにやりたいことに集中するためにもおすすめです。コミュニケーション力を高めるために能登のチャクラに該当する青い色の石ソーダライトは集中力を高めてやる気を出させてくれます。余談ですが、ここのスペースにお花をたくさん植えてミニガーデンを作ろうと目論み中です。去年たくさんお花の種を植えたのですが、全部スギナにやられてお花は一本も生えてきませんでした。お花がお部屋にあると気持ちも上がりますし、お花一つですごく生活が豊かになった気がするので、なんかこう気持ちを明るくしたいなとかリフレッシュしたいなっていう時は季節のお花をお部屋に飾ることが多いのですが、おそらくお花をお部屋に飾る方っていうのは多いんじゃないかなと思うんですが、なかなかこう天然石をどうやって取り入れたらいいかわからないっていう方もいらっしゃるかなと思ったので、このお花とリンクさせた天然石のインテリアコーディネートがコーディネートっていうほどでもないんですけど、ちょっと参考になったらいいなと思って、あんまり参考にならないかもしれませんが、よかったら参考にしてみてください。ちなみに私の愛読書、このクリスタルフィックスを参考にして今回はコーディネートをしました。見たい動画がありましたらぜひコメントでお知らせください。また面白かったらいいねと高評価をお願いします。イノーガニック美獣の新商品に関しては LINE からご案内してますので、気になる方は概要欄から LINE のお友達登録もお願いします。